皆さんこんにちは。別館住みチャンネルへようこそ。今回の動画は北海道2泊3日の旅の2泊目のホテルの動画です。1泊目は北拳知床ホテル&リゾートに宿泊しました。知床を後にし、今網走に向かっているところです。網走のホテルはかつて網走を含むオホーツク沿岸一帯に暮らし、忽然と姿を消したオホーツク人という古の民族のロマンに思いを馳せることをコンセプトにしたリゾート空間とのことで、どんなところかとても楽しみです。このチャンネルではこれから宿泊しようだとか、どこかへ行こうと考えている方々のお役に立つことを目標に動画を作成しています。更新頻度はあまり多くありませんが、チャンネル登録をしていただいて応援してもらえると嬉しいです。今回宿泊する宿はこちら、北天の丘網走湖敦賀リゾートです。駐車場はですね、ホテルの目の前にこんな感じであります。エントランス入って目の前がフロントになるんですけれども、ここ天井がですね、映像じゃないんですが高くて吹き抜けになっているので、とても開放感がありました。フロントの両脇がですね、お土産屋さんとノースフェイスなどの品物を扱ったお店がありました。早速ですね、部屋のご紹介いきたいと思います。私たちが宿泊したのは露天風呂付き客室のコの座というところになります。こちらですね、2階になるんですけれども、こんな感じのですね、入り口になっておりまして、なんかこうちょっと特別感を感じられるような、そんな雰囲気でしたね。今のこちらの映像がですね、夜のものになっているので、両脇の窓が少し薄暗いようになっておりますが、明るいうちはですね、この、通路自体がとても明るくなっておりました。そしてこの他の宿泊客はチェックインが14時、チェックアウトが11時とそれぞれですね、1時間早くなり1時間遅くなるという風になっております。今回宿泊する部屋は208です。このドアの模様がまた古の民族っぽいですよね。さあ、そしてドアを開けたらですね、こんな感じになっておりますけれども、またこの模様が素敵です。中に入ってですね、ぐるっと部屋を見渡してみましょう。さて、ここからですね、外がちらっと見えていると思うんですけども、期待値が高まります。マッサージチェアがあるんですね。そしてそこの目の前はですね、北拳の方にもあったんですけども、このヒーリングミュージックかけられるようになっておりました。ここがですね、ミニバーのところになるんですけれども、あれ、コーヒーとかないのかなと思ってて、開けてみたらこんな風になってましたね。コーヒーメーカーもあるのが嬉しいところですね。そして冷蔵庫を開けてみますと、なんとですね、こちらウェルカムドリンクと、お付き菓子がここにも入ってました。これは嬉しいですね。そしてこちらがですね、北拳知床ホテル&リゾートにあるピーターバイヤーのチョコレートですね。お土産でちょっと買ってたので、こちらも一緒に食べました。バスタオルやフェイスタオルも結構な量置いといてくれてますね。こちらがシャワールームで、いよいよその奥がですね、客室露天風呂となっております。
いやはや、この景色がいいですよね。雪の時に来るとこんな感じなんですね。少し暗くなってきてからですね、電気をつけてみるとまた一人違った趣になるように感じました。はい、今、客室露天風呂に入っています。いやー、どうですかね、この景色。素晴らしいですよね。この雪見露天を見るためにですね、どこに行こうかと思って今回北海道まで来てるんですよね。そしてこの景色最高です。で、温泉の温度なんですけれども、これ加温とかしているということなので、調節できます。後ろにこのボタンとかもついてるんで、で今これ41度になってるんですよ。だから大体まあ40度くらいですかね、外気温のことを考えると40度くらいになっていると思います。ただね、気持ちいいですね。この景色の中入れる温泉なんで本当に気持ちいいです。とても静かですね。で、この、浴槽は丸型の陶器になってるんですけれども、足を伸ばすとですね、伸ばしきれないような感じなので、広さとしては大人の人2人入って足を伸ばせないけれど、ゆったり入れるかなっていう感じだと思います。小さい子供がいるとね、ちょっと足と足の間に入れるとか、そんな風になるのかなっていう風に思います。いやー、いい景色だ。今3時40分なんですけどね、なんかこう薄暗くなってきているようなそんな感じですね。ちょっと景色だけ映してみます。これきっとセンサーがついてるんでしょうね。溢れた分を取り戻そうという感じで今お湯がすごい勢い出てきています。はい、中はこんな様子です。上はこういう風に屋根になっているので、雨でも雪でも問題ありません。ここからは館内散策に行きたいと思います。最初ですね、お土産屋さんに行って、そしてメインラウンジ、ラウンジバー、そして火炎の塔に行ってみます。最初はですね、お土産屋さんの北のスバルの方に来てみました。こちらもですね、結構いろんな種類のお菓子であったりとお土産物がありましたね。こちらがフロントを挟んで反対側にあるお店になるんですけれども、網走周辺のですね、アクティビティをするためのアウトドアショップになっております。こちらがですね、フロントの左側の方ですね、コノザとか、上の階とかに行ったりするエレベーターのところをさらにですね、進んでいきます。そうするとですね、まずこちら右側にこれ大浴場の方になりますね。で、こちら後で中の方を見てみようと思っているんですけども、そこを通過して、さらに奥まで行きますと、メインラウンジの階であったり、バーラウンジ、縄文があったりですね、あと、夕食と朝食会場、そちらの方に繋がっております。まずは、メインラウンジの方から見ていきましょう。見渡してみますとですね、ここの2つのラウンジのところは結構な広さになってましたね。こちらがドリンクコーナーですけれども、時間内であれば自由に飲むことができます。ラウンジの方入っていきますと、その奥にですね、バーラウンジ、縄文があるんですけれども、コノザの、客室に宿泊していたからか、ですね、カクテルをですね、一杯ずつ飲むことができるというふうになっておりまして、こちら後でまたご紹介いたします。
1月の寒い時期に行っているので、外に出るとき用に羽織るものが準備されていました。ここからですね、火炎の塔に向かうんですけれども、明るい時間の時にはここ見てなかったんですね。で、暗い時に来て、こんなのあるんだって思ったんですけれども、この演出がですね、感動しちゃいましたね。ここの火炎の塔なんですけども、中は何か実は知らないで来たんですね。何だと思いますか？入ってみましょう。足湯だったんですよね。そしてですね、こちらもタオルが常備されているので、とても便利ですね。最初とは別のルートで戻ってみます。こちら側から見るホテルもとてもいい感じです。ここからは夕食のご紹介になるんですけれども、夕食と朝食はですね、オホーツクバイキングコタというところでいただきます。ちなみにここの左側ですね、ギャラリーのグーがあったところです。で、ここの右側のところですね、ここが後で行きますけれども、ラーメンコーナーがあります。そしてですね、夕食と朝食の、お料理の映像なんですけれども、こちらはですね、最後の方に載せておきますので、また後でですね、ご覧いただければと思います。会場はこんな感じです。こちらはですね、ピザなんですけれども、自分でピザ生地や、ペーストですよね。トマトソースとかバジルソース、そしてトッピングをですね、選んで、乗せてですね、渡すと、焼いていただけます。それを出来上がったらですね、持ってきてくれるというシステムになってます。私が持ってきたお料理はこちらです。どうですか？これ美味しそうですよね。そしてですね、鍋も自分でですね、具材選んでやることができます。デザートはこんな感じです。夕食を終えてから外に出てみました。夜の景観はこんな感じです。こういう雰囲気なんかいいですよね。まだ雪は降ってないんですね、この時間帯だと。ここの先はですね、オホーツク文化を模したビラが5棟あるそうです。ここからですね、大浴場の方に入ることができます。で、この中はですね、あと小さなですね、ゲームセンターもあるんですね。それもこの後にちょっとだけご紹介します。で、こちらすぐのところですね、湯上がりラウンジのザボがあります。こちら大浴場入った後にですね、妻と子供を待っている時に一人でこういたんですけども、外のね、雪を見ることができたりとかして結構落ち着く場所になってましたね。とても静かでした。で、この薄暗い感じがまたいい気持ちでしたよね。体がポカポカしてたので、うっかりね、眠くなってしまうような、そんなとこでしたね。で、この先のところがですね、大浴場になるんですけれども、大浴場の撮影がちょっとできていなかったので、そちらはですね、ホームページご確認いただければと思います。
こちらが1階のですね、夕食朝食会場のすぐそばにあるラーメンコーナーです。夜の9時から11時半、ラストオーダーが11時になっています。L 字カウンターになってますね。私たちはですね、ラーメン券をいただいておりましたので、こちらを使ってラーメンをいただきます。最初のこちらがですね、しじみの醤油ラーメンですね。続きまして、醤油ラーメン。私は醤油ラーメンの方が好きでしたね。ここからが夜の客室露天風呂なんですけれども、いや、もう最高でしたね。もう景色もいいし、雪見露天、ここで入れるのは本当に最高です。今、夜の客室露天風呂に入っています。どうですか、この景色。とてもいいですよね。こうライトアップされた雪景色見ることができてすごくいいです。で、今そこのですね、シャワーブースのところから出てくるほんのちょっとの短い距離なんですけれども、すごいやっぱ寒かったですね。でも思いっきりザブーンっていう感じで、お風呂の中入りました。で、先ほどですね、大浴場の方も行ってきたんですけれども、大浴場のお湯の方がですね、なんか温泉っぽい感じがしましたね。特に露天風呂の方なんか、すごいトロトロしたような感じの温泉でしたね。今日はたまたまなのか分かりませんけれども、とてもいいお湯でした。で、しかもですね、9時半過ぎに行ったんですけども、今日はなんか部屋とか満室らしいんですけれども、なんと私一人だったんですよ。貸し切り状態で入れたので、それはすごい良かったですね。それとですね、この座に宿泊するお客さん限定なんだと思うんですけれども、バーでですね、ドリンク1杯飲める券とラーメンを1杯頼むことができるという券をですね、いただきました。なので、バーでカクテルを飲んで、そしてラーメンをですね、醤油ラーメンとしじみの醤油ラーメン食べてきました。で、結構ね、しじみって書いてあったんで、ついそれに釣られたんですけれども、私は醤油ラーメン行った方がいいと思います。醤油ラーメンにしじみが入ってくるのかなと思ったら、しじみのその醤油ラーメンってやっぱ別のスープ使ってるみたいなんですよね。なので、もし2人で行く方は、片方は多分醤油ラーメンした方がいいと思いますね。次回来ることあったら、私はもう問答無用醤油ラーメンにします。しじみラーメンの方も、しじみのこう出汁というか、えぐみというか、苦みというか、そういうのをすごい感じられた部分としては美味しいのかもしれないけど、いかんせん醤油の方が正直美味しかったです。そんな印象ですね。ただ味噌ラーメン食べてる人もいて、味噌美味しいっていう風に言ってたんで、味噌も美味しいのかもしれませんね。で、10時過ぎに行ったんですけど、10時から11時は混むかもしれないってなってまして、10時過ぎは結構混んでましたね。で、作ってる方は今日たまたまかわからないけど、1人だけだったんで、結構時間かかっての提供となって、結局部屋に戻ってくるのは11時過ぎてました。11時頃から食べ始めたっていう感じですね。私たちが行った時は見ることはできなかったんですけども、こちらエゾリスが遊びに来るそうです。皆さんの時は見られるといいですね。でも小鳥さんが来てますね。ここからが朝食のご紹介になるんですけれども、夕食と同じ、コタというところでいただきます。朝食の時はオムレツを作ってくれます。オムレツの中に入れるトッピングをですね、自分で選びます。他のホテルとかでもオムレツをその場で作ってくれるのあると思うんですけども、なんかこう見てると、ついこう、こういう風にやればうまくできるのかなんていう風に私はいつもですね、勉強をさせてもらいながら見てるような気持ちです。実際やってみるとこんなうまく結局はできないんですけどね。テーブルにはあらかじめ味噌汁の準備がされています。中に入れる具材を後で自分で取るようになっています。こちらも後でご紹介します。今朝の客室露天風呂に入っています。ですね、雪が降ってるんですよね。で、この
中もですね、ちょっと雪が入ってくるような感じになってまして、テラスはこんな感じ、ちょっと少し積もってる感じですよね。こういう風になっています。いやーだけど温泉あったかいんですごい気持ちいいんですけど、やっぱこの肩とかに当たる雪がですね結構冷たいんで、半身浴というよりも肩までも入りたくなってしまうようなそんな感じですね。しかしまあこんな雪見露天でこう入れるのは本当に気持ちがいいです。で今日この後ですね、おしんこしんの滝を見に行こうと思っているんですけども、ちょっと運転が心配ですね。やっぱり雪のこと考えて公共交通機関でいたんですけれども、昨日ついにレンタカーを借りました。で、おしんこしんの滝って、やっぱあれ、路線バスとかで行くとですね、途中で降りなきゃいけなくて、その後全くバスが来ないっていう感じになってしまうので、なかなかやっぱ行けないんですよ。なのでやっぱレンタカーを借りる必要があるなとは思ってたんですけども、半ば諦めてたんですが、やっぱりレンタカー借りようということで昨日から借りてますので、この後行ってみたいと思います。この温泉はどうですか？気持ちいいです。雪はどうですか？寒いです。結構雪遊びもしたね。は今日この後滝を見に行くけどどう？い。さて、またこういう滝に登りますか？滝は登りませんよ。またこういう雪のところに来たいね。はい、行きたいです。バイバイ。ここからは夕食のお料理の紹介です。ここからこの字で鍋の材料になっております。こっちはですね、鍋のスープ、だしですね。天ぷらが人気ですぐなくなっていました。続きまして朝食の料理の紹介です。
ちら一帯がテーブルに用意されていた味噌汁の具材です。北海道2泊3日旅行の2泊目のホテル紹介はこれで終わります。この後は先ほど少し映像を流したお新香市の滝を見に行きました。前回は緑の景色がいい5月に北海道を訪れましたが、雪を見る北海道もまた本当に素敵だと思いました。まだまだ北海道の良さはたくさんあると思いますので、また訪れたいと思います。この日は最後、網走湖村の日帰り入浴に来てから女満別空港に向かいました。それではここまでご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。